今日は、日本人のマサさんに来てもらってます。こんにちは。マサとえー、言います。マサさんは YouTube のチャンネルがありますね。はい。あと、iTalki の先生ですね。はい。そうです。うん。でも普段は、何をしてますか？仕事。あ、ああ、うん。仕事は、印刷会社で働いています。はい。スケジュールを作る仕事をしていうん。ます。あ、そうなんですね。今、マサさんは結婚されてるんですね。はい。結うん。婚してます。ううん。ん。いいですね。で、今日は、そのマサさんと結婚の話、マサさんの、うん。結婚生活について日本語ではい。はい、いろいろ聞きたいなと思っていうん。ます。はい。話していはい、きましょう。うん。お願いします。お願いします。まず聞きたいのは、結婚生はい。活どうですか？どうですか？はい、そうですね。楽しいですよ。うん。楽しいですか？うん。はい。もともとは、一人でいる方が好きでした。あ、うん。そうですか。うん。結うん。婚するとは思ってなかったえですね。うん。うんうでもん。もう4年経ちました。結あ、婚して。うん、うん、うん。その結うん。婚する決め手は何だったんですか？ああ、一番は奥さんが作ってくれるご飯が美味しかったですね。ああー、いいですね。奥さんが作ってくれるご飯の中で何が好きうん。ですか？ああ、一番好きなのは、あの、あの、浮かんでいるのにうん。タイトルが出てこないですね。あ、名前が。名前が出てこない今。ああ、ど忘れしちゃった。当ててもらっていいですか？あの、えっと、じゃあ、ヒントを出すね。ヒントお願いします。はい。あの、チキンの上に、うん。タルタルソースが乗ってまあ、す。チキン南蛮ですか？チキン南蛮。チキン南蛮が一番好き。美味しいです。得意料理であすね。奥あ、さあ、そうですか。へん。うん。え。お店で食べるより美味しいですね。うん。お、すごいですね。じゃあチはい。キン南蛮と、うん。ご飯、お米も食べまうすね、そのん。時。食べますね。ごう飯。お米ん。が一番、おうん。米も好きですね。うん。うん。やっぱ日本人はお米食べますよね。そうですね。うん。お米うん。がないと寂しいですよね。うん。ですね。お米以外の食べ物は、うん。基本的にお米を食べる前提で味付けああ、そうそうそされていまう。うすね。ん。そうですね。そうん。う。餃子とか、ね、うん。中国の人は餃子を食べるときにご飯を食べないと聞いたので、ああ、うん。確かに、すごく寂確かに。しく感じますね。うん。ね、台湾、まあ僕今台湾に住んでますけど、台湾の人も、うん。うん。餃子を食べるときお米は食べません。ああ、台湾も同じなんだ。そうですああ。ね。ケンさんそういうだから、ときどうするんですか？僕おもう米食べないんですか？食べないです。なんか慣れちゃいました。へえ。台湾色に、ちょっと染まっ染まりつつてますね。あります。ああ、すごい。せっかく台湾にいるんで、台湾人が食べるものをうんうん。食べようかなって思ってまなるす。ほど。あれですね。郷に入っては郷に従えってことですそうそね。うそう、そのことわざ。うん。はい。うん。で、えーっと、どちらからプロポーズをされましたか？ああ、うん。僕からしましたね。僕から、うん。うん、したんですけど、うん、そのエピソードはあまり、はい。褒められたエピソードではなくて、あ、そうですか。うん、はい。特に準備をしてやったわけではないんです。あ、あの、うん、ちょっとうん。喧嘩をした時に、うん。勢い余ってプうん。ロポーズをしました。おお、喧嘩をしそう、た後で。
後で。はい。それはまた珍しいですよね。珍しいですよね。なので、たまにやり直してほしいと言われます。そうですか。もしやり直すなら、どんなプロポーズをしたいですか？そして、何と言いたいですか？ああ、やり直すなら、そうですね。初めて行ったデートの場所とかに行きたいですね。うん。いいですね、いいですね。横浜の遊園地に行ったんですけど、うん。はい。ーそこに行きますね。ううん。ん。なんかその、プロポーズの言葉は何と言いたいですか？ いやー恥ずかしいことをなかなか言わせようとしますね。そうですね。いや、どうかな。これから、一緒に、まあ、辛いことがあっても一緒にいようとうん。言いますね。うなるほん。ど。いい言葉ですね、うん。それは。ねえ、奥さんがこの動画を見ないことを祈ります。この動画をそうですね。見たら、ネタバレになっちゃうんでね。ああ、そっちの意味でですね。そっちの意味で。そうですね。ええ。はまあ、日本語で、まあ、日本人がプロポーズをするときに言う言葉って、まあ、マサさんい。うん。が、今言ってくださった言葉とか、うん。うん。あと何かありますかね？結婚するとき、僕その経験ないんでよくわかんないんですけど、なんと言いたいですか、ケンさんは。何と言いたいかな。はい。いや、逆に。でもこれからもずっと一緒にいてねとか、一緒にいようねうん。とか、うん。そういうことを言いますよね、きっと。うん。なんか海外の人はどんなこと言うんですかね。うん。ねえ、どんなこと言うんですか日本ね。語以外の人ね。とまあ、いろ聞いてみたいですね。ですね。うん。そうですね。せっかくなんで、皆さんもしよかったらコメント欄でね、うん。プロポーズの時に何て言うかうん。教えてください。お願いします。マサさんは結婚式をしましたか？ああ、しました。うあ、ん。しました。へえ。はい。いいですね。日本には結婚式の種類がありますね。うん。キリスト教の教会あでするのあ、はいはと、い。うん。神社で行うん。う日本の伝統的な、はい。結婚式。マサうん。さんはどんな結婚式でしたか？僕はキリスト教の、うん。洋風の結婚式を挙げました。ううん。ーん。そうですか。なんか最近は、教会でする、結婚式の方が多いですかね、日本では。うん。多い気がしますね。ドレスを着たい人がうん。多いんじゃないですかね。うん。ちなみに、結婚式の時は、うん。何人ぐらい人が来ましたか？ああ、全部で、うん。どれぐらいだろう。100人いってないぐらいだと思いますね。40人ずつぐらい呼んだのかな。うーん。お互いが。うん。うんうんうん。あ、日本のね、結婚式で、ちょっと海外と違うなと思ったのは、日本の結婚式の人は、あの、みんな会社の人を呼びますね。ああ、は大い。体ね。はい。うん。確かに。私たちの結婚式も会社の人がすごく多かったです。うん。そうですか。じゃあ、マサさんの上司うん。うん。とか社長も、出あ、席されましたか？社長は、来なかったです。ちょっと、うちの会社たくさん、働いてる人がいるので、はい。社長は割と、うん。遠い人です。そうなんですね。はい。なえーので、働いてる部署の上司が、結婚式に来て、スピーチをしましたね。で、日本以外の国ではそれって結構珍しいらしいですね。会ねえ、社の。最近う僕もん。知ってびっくりしました。うん。あと、座る席順もね、あの、うん。上司が一番いい席なんですよ。席そうですか。次表で行くと、うん。えあの、花嫁花婿の一番目の前に座るのうん。は会社の上司の人が座ります。そうですか。はい。家族じゃなくて。
はい。家族は一番後ろに座るんですよ。おー、そうですか。へね、普通ね、家族に一番見せてあげたいんですけどうね。家族ん。は一番遠い席に座るのが、日本の結婚式なんですよね。ああ、それ初めて知りました。僕は逆にうん海外の人がね、逆って聞いて、そっちが正しいなと思いましたね。日本の結婚式ってやっぱり日本っぽいですね。なんか、そうですね。そういうところでも立てるっていうか、来てくれた、そうそうそう。ね、お客さんを立てるっていうところが出てますよね。うん、そうでうん、すね。ちなみに結婚式ってどのくらいお金かかるんですか？ああ、一般論でですよ。もう はい。うん、あーみんな年収ぐらいは使ってるんじゃないですかああ、そうなんですね。か。うん。で、日本人の、正社員の平均年収。ニュースでよく出てるのは400万円ぐらいって出てますけど、ああ、うん、それぐらいだと思います。僕も今、それぐらいが頭に浮うんかびましたね。うん。もらってる人、1000万とか2000万もらってる人もいれば、うん。もっと低い人もいるじゃないですか。200うん。万円とか300万円うん。の人も。まあでも大体何百万かけて結婚式を日本人はしうん。ますね。しますね。ううん。ん。あとは、でも、ご祝儀でお金が返ってくるので、海外はわからないですけど、ね、は一い。回行ったらうん3万円、ご祝儀として渡しますね。うん。なので、お客さんを来てくれる人を呼べば呼ぶほど、うん。その分ちょっと返ってきますね。いろんな結婚式がありますからね。うん。かけない方法もね、うん。あるでしょうし、うん。立食パーティーみたいなだけでもよかったりしますしね。ああ、そうですか。仲のいい人たちとね。うん。はい。そういう風にする人もね、多いです。多いみたいですからね、最近。うん。うん。うん。マサさんが結婚して、まあ良かったと思うことと、うん。大変だと思うこと、大変なこあとを教えてほしいんですけど、うん。どうですか？うん。あの、思い出がこう積み重なっていくところが楽しいですよね。うん。うん。クリスマスにしても、去年はああだった、今年はああだったってこう、振り返った時に、たくさんこう、ね、二人でこう、できていく思い出が積み重なっていくところがいいなと思いますね。ううん。ん。悪いところですね。あれ、まあ、大変なところ。 次は、大変なところはやっぱり、あれですよね。それぞれやっぱり育ってきた環境が違うからね。お互いに嫌だと感じる部分が違うので、ああ、そこで喧嘩になることがありますね。うん。例えば、靴がこう散らかってるのが、はい。気になる人もいれば、うん。気にならない人もいる。ああ、うん、そういうことで、気になった方は言うけど、言われた方はなんでこんなことで言われるんだろうみたいな。あうん、で、マサさんはお子さんがいらっしゃいますね。はい。何人ですか？何歳ですか？あ、娘が一人で4はい。歳です。あ、娘さん。はい。うん。マサさんの家庭では、共働きですか？マサさんそうです。と奥さん。うん。あ、共え働きです。うん。じゃあ、お昼は、まあ、働いているとき、娘さうん。んは何をしますか？保育園に行っうん。ています。何歳から保育園に行っていますか？ああ、1歳になる前ですね。10ヶ月ぐらいかお、ら、保育園に行ってます。東京では、そういうのが当たり前ですか？1歳になる前かああ、ら保育園に行くっていうのは普通ですか？多いと思いますね。えー、よくね、保育園にうん、入りたくても入れないっていううん、のうん。がニュースになったりしていますね。そうなんです。それをね、よく聞くのうん。で。うん、はい。みんな、共働きが多いですね。なので、そうですうちも保育園を入れるときは大変でしたね。何個か希望を書いて、はい。
保育園にうん入れようとしました。で、中にはその希望を書いても、通らない、保育園に受からない人もいて、受からないと、うんまた働きに出れないので、ああ、なるほど。大変になっちゃうっていうことあがよくあるみたいですね。はい。じゃあ、東京の保育園に行ったら、うん。その小さい赤ちゃんとか子供たちがたくさんいますね。1歳のそうそうそう。子とか、2歳の子とか。そうですよ。うん可愛いですよ。お散歩するんですけど、まだ歩くのも、危ないので、カゴに入れられるんですよ。へえ、1歳とか2歳の子供らが。で、はい。先生がそのカゴを押してお散歩をします。ああ、そうですか。見たことないですか？見たことないです。その、お散歩っていうのは、保育園の外をお散歩するんですか？そうです、そうです。へえ、ああ、そうですか。はい。結構ね、都内だと見えると思うんで、うん。可愛いんですよ。そういう子らが歩いてると。そうですか。じゃあちょっと東京にもし行く機会があったらね探してみます。ね、探してみてください。本当に可愛い光景なんで。将来、娘さんに外国語を勉強させますか？ああ、したいと言ったら、うん。してもらいたいですね。う特にん。僕が今、英語を勉強してるのを、あの、見ているから、すごく興味があるみたいです。あ、そうですか。ね、僕が子供の頃は、海外といえば、アメリカか中国しか、うん。思い浮かばなかったけど、うん。今、ね、娘は僕の影響で、なんかいろんな国が世界にあるということを4歳で知ってるから、おー、すごい。僕より優秀だと思います。勉強してほしい言語何かありますか？いや、ないですね。もちろん本うん。人が好きなのをやっあ、てもらいたいと思いますね。いいですね。うん、言われた言語って多分ね、覚えられないですよね。好きじゃなかったらね。ああ、やっぱそうですよね。何でも、うん。うん、自分で始めたらよく続きますよね。ね、うん。そう思います。うん。じゃあ今日は、マサさんに来てもらって、マサさんの結婚の話と結婚生活の話を聞きました。プロポーズの言葉はい。ですね。よかったらうん。皆さんコメント欄で教えてください。皆さんの国の言葉で何て言うかですね。じゃあ今日はこれで終わりです。マサさんありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあまたね。はい。